今日は特別に外人2人で日本語で話す。ぶっちゃけトークね。ぶっちゃけトーク。はいノーフォークスぶっちゃけトークいや、ぶっちゃけトーク。めっちゃいいと思う。うん一番面白い質問から入りますけど、はいはい日本人女性のタイプは何ですか？正直にはタイプというタイプはないんですよ。存在しないんですよ、頭の中に。はいまあ、仲良くなった人がタイプ。そして相性が合えばタイプ。そういうふうに、まあ、これまでには来たんですけど、そうですね。あえてですね、言うと、まあ、人の話をよく聞く人、そしてちゃんと話す人、それに対してふさわしい返答をして、ちゃんと返す人。うん。まあ、話し上手とまでは求めません。聞き上手とまでも求めませんけど、大体普通に会話できる人、楽しく会話できる人、気使わなくて楽なままでいられる人がタイプです。ああ、なるほどね。じゃあ、性格、なんか穏やかな性格とか、ああ、もっと活発的どっちがいい？その間ぐらいがちょうどいいんですかね。うん活発的と、まあ、その中間ぐらい、確かに。ちょうどバランスの取れた性格がいいかなっていう。なはい。るほど。まあ、あくまでも理想なので、はい。そうですね。こだわりっていうのは特にないですね。正直に言うと。じゃあ、人のなんか中身を尊重するっていう風に聞こえますね。そうですね。まず確かに、綺麗事かなって聞いてる人はそう思うかもしれませんけど、私は本当に入るのはもちろんそれはある程度、見た目を重視するところもあるかもしれないんですけど、大体その惚れるっていうのは大体その中身で惚れることが多いので、はい。いくら例えばすっごい可愛いギャルがいたとしても、中身がクズだったらもう、引いちゃいますね。それはそうですね。まあ、山ほどいると思いますから。いますね。いるんですか？なんか経験ありますか？まあ私結構人との接触、出会いが多いから、まあいろんな人物あったりしますので、特に日本で外見可愛くするけど、中身がまあ普通に良くないっていうのがだいぶ多い。逆相関あるかもしれない。わかる。多分関係ないかもしれないですけど。なんか面白いエピソードないですか？例えば、性格はすっごくクズだった、この人みたいな。後から分かったけど、性格はクズだったっていう人いないですかね？まあ未知でナンパした人の反応から見ると、まあ結構経験ありますから、すごく無礼な反応が慣れてきたんですけど、ちょっと傷つくような応答だったり、返事だったりみたいな。なんか私がこれよく話したいと思ってるのに、なんかちょっとまあ社交的な場所でもなんか渋谷でいっぱい人いるじゃん、話したい。いますね。そう、なんか私なんかまあなんかいい挨拶しようと思ったんだけど、いや、無理。一番嫌なのは、俺日本語話しかけて、いや、英語無理。英語無理って言われたんですよ。日本語で話しかけてるのにね。それ、なんか外人無理がむしろいい。英語無理が。英語無理っていうかもう外国人っていう、もっぱら外国人だからもう門前払いしてもう断ってるっていうことですよね。門前払いが多いんですよ。門前払いが多い。それは傷つきますね。女子の観点から見ると、多分一日何回もナンパされてるじゃん。されてるから飽きてるっていう。それでもうナンパ、まあ飽きてるからそういう反応するか、まあ実際のプライベートで本当に性格良いかもしれない。それは判断できない。確かに個別的に会ってみないとわからないこと。パッとのなんか判断じゃわかんないんだけど、まあその経験結構あります。そうですか。でも面白い。そっか、そう言われたことあるんですね、普通に。外人無理って。幸いなことにそうやって言われたことはないんですけど、まあでも態度で遠回しで出されたことならありますね。直接、まあ明言を避けて遠回しで言われたことならありますけどね。一緒でも同じ経験。その人はナンパになんかされたくない、人話したくないだけかもしれない。そしてその上に、なんか相手が外人だったら、まあすぐ思いつくのは、まあ外人だから無理。例えば日本人だったら、まあ今日は無理っていうかも、なんか外人だからまあトイレに外人無理って言えばいいからみたいな。確かに外人だからって余計ですよね、一言。そこ言わなくていいのにって。まあ今日はちょっとごめんなさいでいいじゃないですか。そこはあえてわざわざ外国人っていうのはなんでって思っちゃいますよね。まあわざわざ私を傷つける意図かっていう、そういうね、ちょっと嫌ですね。まあ変な輩がいっぱいいるんですね、世の中には。それはそうだよ。言語道断です。なんか四字熟語結構四字熟語
四字熟語。熟語、失礼しましたね。四字熟語って。ごめんなさい。今のは、最高のダジャレや。ダジャレですね。今度使ってみてください。いいや、今の自然ですよ。本当に本当に空耳、それは。私もハリ先輩見習いつつあるんですね。ハリ先輩の方が上手なんですよ。やっぱダジャレ。なんで私もちょっとかましてやんなきゃと思って、たまに。ダジャレが正義。いいですね。ダジャレが正義。そうなんです。本当に日本でね、人から愛されたいならダジャレをまず言えるようにならないと。ダジャレはともかく。ともかく、そう。女子のノブらしい。じゃあ性格よくなんか喋ることできて、楽しく一緒に過ごせるって。気使わなくて楽なままでいられる子が一番いいですね。まあ、付き合いとしてはいいと思います。そうですね。そう。見た目、一言、なんか言えますか？でも、本当に綺麗事に聞こえるけど、問わないですね、そこは全く問わないですね。逆に見た目に自信がない子はなんかちょっと引いちゃいますね。どんな見た目であっても、自信持ってほしいと思うんですよ。日本人ってよく、いや、私顔にコンプレックスあるからとかって言うじゃないですか。聞いたことないですか？私顔にコンプレックスあるからとか、私鼻がどうこうって言うじゃないですか。そんなこと気にしてないから。私はあなたを綺麗だと思ってるのに。そんなことやるとちょっと、この人自信持ってないのかな。なるほど、ちょっと暗いなって。ね、悪い印象持っちゃうんですよ。聞いてる人。だから逆に自信を持ってほしい。どんな見た目であろうと自信を持っていただきたい。そういうふうに思うんですよ。そう。ある程度綺麗事と思っていいんだけど、でも本当は実際に顔見て、いや、普通に可愛いと思うんだけど、なんかこことかなんちゃらコンプレックスがあるっていう子が本当に多い。多いでしょ？本当に多い。その子だったら本当にもっと自信持ってるし。今ね、綺麗事に聞こえたかもしれないですけど、本当にこれ言いますよ。ぶっちゃけて言いますけど、私の初恋の人、インドにいた時に、インドの人だったんですけど、周りからデブとブスって言われてたんですよ。だからよくそんなデブとブスに、デブな人に惚れたなって周りから言われてたぐらいなんですね。だから本当に気にしないんですよ。もう惚れちゃえば誰でもいいんです。本当に。惚れちゃえばですよ。そこが大事なんです。じゃあ、それで、綺麗事に聞こえたらすいません。いや、実際の経験あるっつったら、それ証拠づけるなら。そうなんです。本当ですよ。初恋の子が未だにだってデブとかブスって言われちゃうから、あれみたいな。すごい。みたいな。今時中身重視する男子あんまりないかもしれないので。いや、多少は気にしますよ。多少はちょっとやっぱり気にしますよ。それはさっき言った側面ですよね。やっぱりその相手が自分の中身じゃなくて見た目に自信持ってるかどうかとか、その身だしなみ、ちゃんと整えてるとか、自分のその見た目にちゃんと気を使って、そういうのをしてるかどうか、そういう側面はちゃんと重視しますよ。そういうのを見るんですけど、それ特に日本の社会では、特に日本で女子は見た目、周りから、厳しい指摘が飛びますよね。なんかこう女子が特に辛いんですよね。男性と比べて。男性は簡単ですよね。起きて髪をちょっと整えていけばいいだけです。女子はね、おめかしっていうかもう化粧したり、大変ですよね。女性の人って。そこは本当に同情しますね。そう。日本でモテる顔と海外でモテる顔って実際なんか分けてると思う。特に日本人から見るとなんかちょっと小顔をいつも重視する。ですね。そう。でも、小顔じゃなくても、いい顔、いっぱいあるよ。ありますよ。でもありますよ。そう。でもなんか、その女子は、なんか私、顔小さくないからコンプレックスからダメだとか。そう。いっぱいあるから、そういう人にもっと自信。本当ですよ。顔がね、でかくたって小さくたって関係ないですからね。綺麗な顔もやっぱり、大きさ関係なく綺麗ですから。そう。顔が大きいとか小さいとか、あれ海外でよくわからない概念。そうです。発想がないんですよ。僕だって日本に来た頃、顔が濃いとか薄いって全くわからなかった。彫りが深いとか、どこっていう概念すら知らなかったんですよ。日本に来てから言われるようになって、なるほど、こんな概念あるんだ、こんなことみんな気にするんだと。驚きまして、確かにおっしゃるように海外にはそういう概念が存在しないと。大体女性がどの点に顔にコンプレックス持ってるかちょっと分かっていった。例えば個人的な意見ですけど、高い頬骨が好き。高い頬骨。そう。それいい、なんか骨の発達だと思う、実際。でもそれ、日本女子はそれコンプレックスいつも言う。そう。だからあえて頬骨を褒める。いい頬骨ですね。みたいな。コンプレックスいらないって。そう。そうなんですよ。結構見た目にこだわりますよね。鼻がどうこうとかね。身長はどう？
なんかこだわりありますか？私ですか？全くないです。全くない。全くないです。高くてもいいし、全く気にしないんですね。逆に身長の高い女子って私のこと好まないんでしょっていう、逆のコンプレックスならありますけどね。多分嫌でしょ、背の低い男性と付き合ってもっていうのがあるんですけどね。私は気にしないんですけど。海外そうかもしれないんだけど、特に日本で男性より女性の方が高いなんかカップル見ますね、でも本当に。だいぶ見ます。見ますね。多分日本ではそんなに問題はない。ハリーはだって183とか3とか、そのぐらいが理想ですよね、身長。私はもうちょっと伸びればね。これからこれから伸びるのかな。今もう27なんで伸びないから、まあ伸びるといいんですけど、ハイヒール履けばね、伸びるけど。ハイヒール。そしてどっちかっていうと、背の高い女子が好き。ハリーさんの身長。でも、そうですね。まあ、性格が大事。ワーホリーで、なんかカナダとか行ったりして、自分が、私もちょっと外人の考えついてきたからって、ちょっと性格変わるじゃん。変わります。自分のなんか国内しかいない女性、ちょっと違うんで。大和なでしこ。ジャパニーズガールですね。ジャパニーズガールの大和なでしこ。差がなくなる。まあちょっと、変わるっていうか。それ、まあ強いて言えば、どっちを好みますか？でも私は大和なでしこ、純然たる大和なでしこの方が魅力的だなと思う。そう、it's a very 法律的な言葉なんですけど、純然たる。めっちゃいい。純然たる大和なでしこが素敵ですね。そうですね。どう思いますか？westernized、ちょっと海外に慣れてる日本人女子と、本当に海外に出たことのない、日本人しか知らない日本だけの子。それはどういうタイプだ？長所短所ある。一応言ったんですね。確かに根っからのアメリカ人なので、考え方もアメリカ人だから、それ、海外経験があるとしたら、英語できるとしたら、できるからね、もっと分かり合いができる。確かに。っていうこともあるんですけど、価値観が合いますね。価値観が合うことが多いんです。だと言っても、私は日本人の価値観好き。かつ、アメリカ人の価値観合わなくていい。合わないっていう。そうですか。じゃあ、どっちかというと、純然たる。純然たる。純然たる。ピュア。ジャパニーズガールの方が合いそうな気がしますね。これ、理想、これかしらない。人生で会ったことあるんですけど、バイリンガルな女の子なんですけど、日本育ちで、なんか、仕草とか、マナーとか全部日本人みたい。日本人と話したみたいなんだけど、でもなんかハーフとかで、家族となんかそのネイティブの英語を喋ったりするんだけど、そういうかっこいいね、なんかそういう。それは珍しいでしょ。珍しい類ですね。珍しい。それ最高かもしれないです。いいですね。そういうのも、合いますね。なんかいろんな側面になりますね。言葉もできてて、意思疎通もできて、かつ価値観も合うし。結婚とか長い付き合いといえば、本当にお互い両方の言語が疎通であれば、一番理想ですね。確かにそれは思いますね。でも理想だって言っても、難しい。なかなかそうですね。そういう人を見つけるのは難しい。見つけるのは難しい。バイリンガルの女性付き合ったことありますか？ありますよ。元の交際相手が、英語を話せる日本人だったんですが、ほとんど会話するときは日本語でしたね。日本語しか飛び交っていなかったですね、二人の間が。なるほど。それはネイティブじゃなくて、普通に日本人。そうです。普通の日本人の子で、アメリカに留学経験のある子で。私はいろんな、旅の女性付き合ってきた経験で、そうでもない。なんかちょっと英語ができる日本人もいて、でもその英語はある程度上手じゃなければ全部大体会話は日本語になる。なっちゃいますね。そういうタイプと。でも、ちょっと、純日本人でもその英語がある程度超えれば、なんか自由に会話できると思えば、それ全部会話大体英語になる。英語になっちゃうっていう。なんかレベル。そこのギリギリの限界があるんですよね。そこ超えちゃったらもう本当に英語で会話できちゃう。それ全部なんか、もう自分の普通のネイティブ意識、自由にできると思えば、英語で話す。そうですね。そ
そう考え、でもハリーはね、日本語できるから問題なさそうじゃない。だからなんか意識の問題かな。意識の問題。そう、相手は英語できれば、もう日本語を話すのがちょっと変と思うから。そう、でも相手は英語が微妙だったら、英語を話すのが変。それだけ。確かにそういうなんか問題ありますよね。そう。それに直面したことあるな。なるほどです。そう。そして、逆になんか相手が日本人だけど、英語がネイティブのほどだったら、いや、絶対、私が日本語を話すのは無理。無理っていう。そう、全然無理。でも、日本語を話す場合は、3人目が入って、その女性の普通の日本人友達いるじゃん。それで3人話すと、全部日本語になっちゃう。それでお互い日本語を話して、その相手がびっくりしちゃう。2人っきりの時は難しいけど、3人入るとまた会話しやすくなる。そう。そういうこと多い。そうです。